こんにちは、ケーキです。この動画では、日本イシガメを飼育するアクアテラリウムのライトとヒーターのセットアップを紹介します。使用する製品の選定基準については、前回の動画で紹介しているので、ぜひそっちも見てください。で、セットアップは見てもらった通りなんですが、順番に説明していきます。まず、ライトスタンドから。こちらは以前も紹介した通り中国製のライトスタンドで豪華型不臭光伸縮超過というスタンドです。こういうアクアリウム用のスタンドって水槽の右端と左端に足があって水槽の上でアーチみたいにつながっている形が多いですよね。このスタンドもそういうアーチ型の設置もできるんですけども、今見てもらってるように固定箇所が1箇所のアーム型のスタンドを2つに分割して使うこともできます。個人的にアーチ型って目立つし邪魔であんまり好きになれなかったので、この分割できるっていうところが結構気に入ってます。あとはこのライトスタンドは、ステンレスパイプを直にネジ止めして固定するタイプなんで、無段階で高さの調節ができます。調節可能な高さっていうのが45センチから60センチで、結構遠めの距離に設定できるので、ある程度距離を離して使う必要のある紫外線ライトで、その紫外線ライトを使うこの水槽とは相性がいいです。ただ中国製っていうところもあって細かい気配りが基本的にないです。例えばここガラスにスタンドを固定するとこなんですけども、ここも単純にステンレスネジでネジ止めする作りになってます。このままネジ止めすると当然ガラスを傷つけますし、割れてもおかしくないです。なので、今回は自分で用意したゴムシートとプライターを挟んでからネジ止めするっていう形で固定してますけども、日本製のライトスタンドだとそういうのはもともとゴムシートとか付属してたり、そもそもネジが金属製じゃなくて樹脂製になってたりっていうところは気が利いてるので、やっぱり日本製のスタンドの方が手軽に使えるっていうメリットはあるなっていうふうに思います。で、次、ライトを紹介していきます。まず向かって右側に設置しているライトが紫外線を出す水銀灯のズーメットパワーサン UV100W です。頭部にはこのエキゾテラのライトドーム18センチを使ってます。ライトと頭部のメーカーが違ってますが、こんな感じですっぽり収まっているので特に問題なく使えています。で、パワーサンの真下がバスキングスポットになります。目安としてはバスキングスポットにカメが来た時にカメの目線の高さとライトの距離がだいたい30センチになるぐらいの位置でライトの高さを決めてます。ただ最近このソーラーメーターの 6.5R っていう UVI を測れる計器を買ったので、この計器で UVI を測りつつ適切な距離になるようにパワーサンの高さを調整するっていうのをやってみます。 UVI っていうのは、紫外線の強さの指標でバスキングのメインの目的のビタミン D3、 その合成に影響する紫外線量がどれくらいかっていうのを数値で表してくれます。で、爬虫類の種類ごとにファーガソンゾーンっていう紫外線要求量のレベル分けがされていて、この種類なら UVI いくつくらいの環境が必要だよっていうのがまとめられた資料があります。で、それを参考に、UVI を見ながらライトの高さを決めるっていうのをやっています。で、まずこの水槽で飼ってるのはニホンイシガメです。で、ニホンイシガメは実はファーガソンゾーンは決められてません。日本固有種だし十分なデータが取れてないんだと思います。なので近縁種で感覚的には生態に大きな差はなさそうなクサガメのファーガソンゾーンを参考にします。クサガメはファーガソンゾーン3に分類されていて、 UVI でいうと平均で1から 2.6、 最大で 2.9 から 7.4 が適正値だというふうにされています。なのでバスキングスポットの中央で3を超えるくらい、それを目安にライトの距離を調整します。で、このライトはワイヤーとリーズロックっていう金具を使って吊り下げてあって、リーズロックの部分を緩めるとワイヤーの長さを調節できるようになってます。で、今回は UVI が目標の3に比べて少し低いのでライトを近づけて UVI が高くなるようにします。
まあこれくらいですかね。ちょっと測り方は雑ですけども、UVI がカメの目線の高さでだいたい3に届くかどうかっていう距離に調節できました。紫外線ライトは時間の経過で劣化するので、こうやってビーズロックを使って簡単に距離を調節できるようにしておくと、ライトが劣化したら距離を近づけるっていうのが簡単にできるので便利です。次、向かって左側ですが、こっちは紫外線ライトだけだと不足する可視光を補う目的で使用している水草育成用の LED ライトです。ボルクスジャパンっていうメーカーのグラッシーレディオ RX122 というシリーズからフレッシュカラーというものを使っています。こっちもパワーサンと同じくエキゾテラのライトドームにつけて使用しています。ただこのライトは LED なので光はあまり分散せずに基本的にはまっすぐ進みます。なので本当はライトシェードとか必要ないんですけども、まあ左右のライトの見た目を揃えたいっていうだけの理由でライトドームを使ってます。こういう水草育成用の LED っていうのはスペクトルが結構良くて、広い範囲の波長の光が連続的に出ている綺麗なスペクトルになってます。特にこのライトは UVA 領域の紫外線まで出ているっていうところがポイントです。パワー3だけじゃなくて、爬虫類用の水銀灯って基本的に UVA が足りないっていうのが弱点です。なのでその UVA 部分を少しでも補ってやれた方がいいかなと思って、このグラッシーレディオを使ってます。であとは光の色味も結構綺麗で、干渉面でも満足度が高いというところも気に入っているところです。で次、このパワー3の下のあたりについている黄色いやつで、こいつがセラミックヒーターです。今はもう廃盤になっちゃったみたいなんですけども、ビバリアのエミートネオ CL フラットというやつを使ってます。高さがない、フラットって言ってるぐらいなんで、高さがないので設置する場所を取らないっていうところが便利ですね。このヒーターはエキゾテラのタイマーサーモっていうタイマー付きのサーモスタットで温度が一定になるように管理してます。ここに見えてる黒いやつがそのタイマーサーモの温度センサーです。どうしてもバスキングスポットの真下にセンサーを、置くわけにはいかないので、ちょっと外れた場所で設定温度は低めにして管理してます。設定温度は昼間で30度、夜で26度にしてたはずです。この設定にしておくと、だいたいバスキングスポットの真ん中のところが昼間で34度ぐらいになるはずです。あとは水性カメなので、見えないですけども、水中のヒーターを使ってます。今使ってるのは手元によっては寿工芸のサーモスタットが一体になったやつだったはずです。多分 200W で設定温度は26度にしてます。とこんな感じで今回は日本石亀が飼っているアクアテラリウムの照明とか保温とかのシステム構成を紹介しました。特に水亀を飼っている人には何かしら参考になるポイントがあるんじゃないかなと思います。個人的にはリーズロックを使ったライトの高さ調節機能、これはすごい便利だと思っているんで、よければ真似してみてください。ブログの方で今回のライトとヒーターのセットアップとかリーズロックの使い方とかも紹介しているので、そっちも読んでみてください。ではまたね。